こんにちは、アレスチャンネルです。今回はシャーデンフロイデ。日本語に訳すと他人の不幸を喜んでしまうということです。これはよくありますよね。なぜ私たちはこのような感情を持つのでしょうか。早速見ていきましょう。シャーデンフロイデとは、誰かが失敗した時や不幸になった時に思わず巻き起こってしまう喜びの感情のことです。自分がそんな気持ちになった時、大抵の人は他人の不幸を喜ぶ自分はなんて嫌なやつだろうと思うでしょう。この他人の不幸を喜ぶ感情をなくすことはできるのでしょうか。結論から言うと、ほとんどの人がこういう感情を持っており、そしてなくすことはできません。まず、シャーデンフロイデはなぜ起きるかについて見ていきましょう。シャーデンフロイデという単語はドイツ語で、シャーデンは損失、フロイデは喜びという意味です。損失を喜ぶという意味ですね。実はこの感情はオキシトシンという物質と深い関わりを持っています。オキシトシンは愛情ホルモンと呼ばれており、愛し合ったり仲間を大切にしたいという気持ちや幸福感をもたらしてくれ、心理的に良い影響があります。また、身体組織の修復や成長を促したり、免疫を高めるなどの肉体的にも望ましい効果をもたらします。しかし最近、オキシトシンは、これらの効果と同時に他人を妬むという感情も強める働きがあることが分かってきました。シャーデンフロイデは、妬みの感情と不可分であることを考えると、愛情ホルモンであるオキシトシンが、シャーデンフロイデを強めてしまう物質であると考えられます。きっと不思議な感じがするでしょう。愛情ホルモンと呼ばれる物質が自分が恥ずかしくなるような感情も同時に強めてしまうのです。このオキシトシンについてもう少し詳しく見ていきましょう。オキシトシンは特に女性が出産や授乳をするときに大量に分泌されます。オキシトシンの働きによって母は子供に対して強い愛情を抱くようになります。また、温かいお風呂に入っているときやマッサージを受けたり、ヨガをしているときにオキシトシンがたくさん分泌されることも分かってきています。興味深いのは他人との関わりの記憶を強める働きで、オキシトシンを投与した動物実験では、オキシトシンを投与したラットが以前に遭遇したことのある他の個体を識別する能力が上昇しました。つまり、オキシトシンは人と人とのつながりを強める働きがあると言えます。専門的な表現を使うと、愛着を形成するという言い方をします。誰かとの間に情緒的な特別な絆ができるとき、脳ではオキシトシンがその回路を形成するのに大きな役割を担っています。親子の愛、他人との絆、男女の愛情や自分が所属する国や町、会社や学校といった共同体についての愛。このような感情が形成されるときにオキシトシンが働いているのです。裏を返せば、人とのつながりが切れてしまいそうになるときには、オキシトシンがそれを阻止しようとする行動を促進します。私から離れないで。私たちの社会を壊さないで。私たちの絆を邪魔するものは許さない。また、オキシトシンのバランスが崩れてしまう人も現代では多くいます。あなたのためを思って、あなたを理解しているのは私だけ。このような気持ちが強い人は相手を思いやっているのではなく、オキシトシンのバランスが悪い、つまり不安型の愛を持つ人です。このようなタイプの人は人と密接な関わりを持ちたい、いつも感謝されていたいという欲求でいっぱいになります。誰かをお世話したいという気持ちが強すぎて、相手を逆に困らしてしまう。あたかも水を与えすぎて植物を枯らしてしまうようなものです。さて、あなたの仲の良い同僚に恋人ができたとします。どんな人だろうか。実際にその恋人に会ってみると、外見も良く仕事もできて、性格は穏やかで、頭も良さそう。この時に、どうしてあの人がこんな素敵な人とお付き合いできているのだろうか。こんな気持ちのことを妬みと言います。この人がその素敵な恋人と別れてしまったとしましょう。その時、あなたが感じた喜びがシャーデンフロイデです。
大抵の人は他人の不幸を喜ぶ自分は恥ずかしいと思うでしょう。このような感情はそもそも湧いてこない方がいいのに。人類の長い歴史の中でなぜこのような感情が残っているのでしょうか。この感情を持っていることにどのような意味があるのでしょう。妬みやシャーデンフロイデといったネガティブな感情はひょっとしたら重要な役割があるのではないでしょうか。この部分を紐解くことで人間の本質が見えてきます。生物はすべて種を残すことを目的としてその道を選んでいます。哺乳類の場合は一夫一夫型や卵根型など種類ごとにルールが決まっており、そのルールの中でパートナーを求めて争いますが、人間はそうではありません。現在、日本を含め多くの国では一夫一夫制というルールをとっています。ところが、卵根型の行動をとってしまう人がままいます。それは一夫一夫制のルールを守っている人、そのシステムから利益を得ている人にとって脅威です。浮気症の人たちによって自分たちの家族や共同体が脅かされるからです。よく芸能人などが不倫をして週刊誌などで糾弾されるというケースがあります。不思議なのは直接自分には関係ないのに、私たちはそれに関心を示し、なぜそこまで起こるのかということです。これは相手の気持ちを理解したり共有したりする公社会性という一見正しいものの裏に暴力的な力が潜んでいるのです。シャーデンフロイデはこのように共同体にとって都合の悪い個体を発見して排除するために生まれたと考えられます。一人だけ特別に優秀だ。あの人だけ異性に人気がある。あの人は今までのやり方を守ろうとしない。このような人を発見し排除しようという感情が無意識に働き、その人を排除した時に湧き上がる喜び。これがまさにシャーデンフロイデです。この感情には既存の集団や社会を守る働きがあるのです。ほとんどの人間は目立つ人が失敗することを社会正義だと本能的に感じ、喜びが湧き上がるのです。この共同体について考えてみましょう。共同体には共通の目標を持ち、共通のルールが個人の行動を統制し、一体感が生じているという性質があります。生物学的には共同体に対する愛情の度合いはオキシトシンの分泌量が多いほど強くなると考えられます。人は共同体を作ることで生存の確率を高めてきました。ということは、生存の確率を下げる要因は共同体の崩壊ということになります。共同体が崩壊する要因となるのは外部の敵と内部の敵です。外部の敵は共同体を結束させる役割を果たしますが、厄介なのは内部の敵です。共同体というのはみんなが何かしらのリソースを提供することによって成立しています。時間や労働や金銭的または心理的負担などです。これらを集めて共同体を運用し、そのメリットをみんなで享受するのが共同体です。そこに一人だけリソースを提供しない人がいた場合、その人はただでメリットを享受しているということになります。それを放っておくと、同じように考える人が出て、共同体は崩壊してしまうでしょう。そうなる前に、ルールを破った人に対して制裁を加えるのです。しかし、制裁を加えれば、その相手から反撃される危険が生じます。その危険を乗り越えて制裁を加えられるように、正しいと思われる側、つまり多数側に回って、ルール違反者を制裁することで、オキシトシンが分泌され、快感が得られるようになったのです。その快感は非常に大きなもので、それ欲しさに制裁を加えられる獲物を探し出すということまでしてしまいます。この本能的で生理的な、抗うことのできない快感により、共同体のルールを破る者が出た場合、制裁を加えようとしてみんなが群がります。仮にルールを破ったとされる人が、本当はルールを破っていないと気づいても、
それを指摘することはできません。指摘した瞬間に、その人は制裁をする側から、される側になるからです。子供から大人まで、ほとんどの人が集団の側に回ってしまうのは、人間の宿命というものかもしれません。オキシトシンの作用は、仲間意識を高め、愛情を深める良いものだと考えられてきましたが、一方で妬みの感情を高めることも分かってきました。仲間意識や愛情が強くなり、オキシトシンの分泌量が増えると、共同体や人との関係性を守ろうとする本能が働きます。そのため、妬みの感情が高ぶり、異端者を排除しようとするシステムが発動し、結果としてその異端者が不幸になったとき、私たちは快感を得てしまうのです。シャーデン・フロイデという他人の不幸を喜んでしまう恥ずかしい感情は、私たち人類が共同体を運営していく上で、やむを得ず必要だったということが見えてきました。しかしながら、共同体を構成する構成員、つまり私たち一人一人を見てみると、それぞれ性格や生まれ育った環境が異なっています。シャーデン・フロイデという感情も、それが強く出る人とそうでない人がいるのです。ここで、どのような人がシャーデン・フロイデという感情が強く出るのか見ていきましょう。最後通帳ゲームと呼ばれる実験があります。被験者は2人で1組になり、一方には10万円をどう分配するかを提案する権利があり、もう一方にはその分配案に対する拒否権が与えられます。A さんが10万円をこの割合で分けようと提案したときに、B さんが承諾すればその割合で2人とももらえますが、B さんが拒否をすると2人とも何ももらえないということになります。多数の被験者にこの実験をした結果、分配の提案権を持っている A さんの取り分が7割を超えなければ、B さんが拒否権を発動する確率は 20% 程度でした。ところが、A さんの取り分が7割を超える提案をすると、B さんが拒否権を発動する確率は一気に 80% を超えたのです。よく考えてみると、B さんにとってはどのような分配案であっても拒否権を発動するともらえるお金はゼロですから、たとえ A さんが99,000円、B さんが1000円の提案だとしても、拒否権を使わない方が合理的には B さんにとって良いはずです。ゼロよりはマシだからです。それでも、どうしてこのような高い割合で拒否権を発動するのでしょうか。そうです。これはシャーデン・フロイデと密接に関わる感情、妬みです。相手がそんなに多く取るならば、たとえ自分がゼロになったとしても、相手にいい思いはさせたくない。このような感情が私たちを合理的判断から遠ざけているのです。そして実験では拒否権を発動しがちな人と拒否権をあまり発動しない人が明確に分かれたのです。そこで被験者たちに性格検査を行いました。そうすると協調性の高い被験者の方が拒否権を発動する確率が高いことが分かったのです。協調性の高い人は共同体の利益、つまり公平性を重んじる傾向があり、不正に利益を得ようとしている相手を許すことができず、自分が損をしても相手を許さないという行動を取る傾向があるのです。京都大学の高橋秀彦准教授は、最後通帳ゲームを使って、妬みと制裁の感情メカニズムについて興味深い研究を行いました。研究では、合理的でない判断を下す人たち、つまり拒否権を発動しがちな人の脳は、セロトニントランスポーターというタンパク質の密度が他の人たちと比べて低いということが分かりました。このセロトニントランスポーターというのは、神経伝達物質であるセロトニンを動かすポンプのような役割を持ったタンパク質です。セロトニンは不安を感じにくくする物質で、セロトニンの働きが活発な人は不安を感じにくく、楽観的な判断をしやすいのです。セロトニントランスポーターの密度が低ければ、セロトニンの働きが弱まり、その結果、物事をいい加減に考えることができない、神経質な性格になりやすいのです。そのような人は、自分が少しでも傷つけられたと感じたりすると、
自分が損をしてでも復讐をせずにはいられないのです。なお、このセロトニントランスポーターの密度はほとんど遺伝的に決まってしまうと考えられています。そして世界各国の比較をすると、日本人はセロトニントランスポーターの密度が飛び抜けて低いのです。合理的ではなく神経質でいい加減な人を許せないという人が多いのです。つまりはシャーデンフロイデを感じやすいということでもあります。これは日本が島国で自然災害が多いということが大きな理由の一つでしょう。周りを海で囲まれているために外部との接触が比較的少なく、心配性な方が自然災害に対する対策をうまく講じられます。一方、アフリカ大陸や南北アメリカ大陸、ユーラシア大陸などの人たちは日本とは逆でセロトニントランスポーターの密度が高い人が多いのです。その理由はリスクをとっても新天地に向かい外部との接触も恐れないという楽観的なタイプの人が多く生き延びたため、そのような遺伝子が引き継がれているのです。つまり私たちの現在は過去によって作られており、努力で変えることは難しいのです。日本人の国民性について几帳面すぎるとか、日本の常識は世界の非常識と批判する人もいますが、それは見当違いです。良いとか悪いというものではなく、私たちの祖先が災害が多いこの国において生き延びていくために獲得したものなのです。シャーデンフロイデが湧き上がったとき、この感情をなくしてしまいたいと思うかもしれませんが、なくすことはできないということが理解できたと思います。愛情ホルモンオキシトシンは妬みと密接につながり、他人が不幸になったとき、私たちに快感を感じさせること。また、日本人はセロトニントランスポーターが特に低く、神経質で妬みの感情が強い傾向があるのです。そして、それらが人類に備わった必要性を思い出してください。その時、あなたは他人の不幸を喜ぶ私から解放されるでしょう。